どうもゆうたです。今日はカスタム編になります。お待たせしすぎたかもしれませんで、今回はちょっとインプのね、またカスタムの動画になるんですけど、じゃあどんなカスタムをするのかっていうと、結構前の動画でも紹介してるんですけど、 RPG っていうねカーボンパーツを作ってる会社があるんですけど、そのパーツが送られてきたんで、それを取り付けしましたんでご紹介したいと思います。で、まずね、僕 RPG 製品ついてるパーツが、まずこのルーフベーンで、この柄すごいっしょこれ。RPG のホームページでは Forge Wave Carbon って書いてあります。柄がねいっぱいあるんですけど、であとはこのマフラーね、このマフラーのヒートシールド、これも RPG の製品になってます。じゃあ今回どこつけたかっていうと、もうちらっと見えてると思うんですけど、ここですね。見えますか？反射してないね。大丈夫そう。このワイパー、なんていうんだこれ、ワイパーカバーかな。ワイパーカバーっていうところ、ここなんか変える人そうそういないと思うんですけど、ここがねすごい劣化したりとか、この年代の車だとそうなんですけど、こういうところとかね、色あせたりとかしてる車両あるんじゃないでしょうか。で、それのね、アフターパーツ、どうせ純正で買えるより、車外でね、こういうカーボン調とかにした方が絶対かっこいいと思うんで、これは超おすすめですね。今エンジンフード開けたんですけど、ワイパーカールってこの中まであるんですよ、実は。このワイパー外したりして、で、これが取れる感じですね。クリップ、中でクリップ何箇所かで止まってるだけなんで、すごい交換は簡単でした。で、そう、今回のポイントと言っても過言ではないんですけど、RPG の製品ってここがもともと穴が開いてなかったんですよ。で、これは、後付けで穴を開けました、僕が。で、その後にネットを張って、ちょっとおしゃれにしたっていう感じですね。で、純正だと、ここに普通に穴が開いてるんですよ。で、ここと、あとこの上の部分。ちょっと見えづらいんですけど、そこですね。と、あとあっち側かな。こっち側にも穴が開いてたりするんですけど、それはね、純正同様に同じように穴を開けました。なんで、これは穴を開ける必要がありますね。でも、穴開けるのは実際簡単なんで、こんな感じで僕みたいにネット張ったりとかすれば、開けた時もおしゃれでいいんじゃないでしょうか。どうですか？こんな感じでね、結構ここがカーボンになるだけで変わると思いませんか？黒く塗るやつもあるんですけど、それじゃなんか普通だなと思った人もよかったら、こういうパーツをね、つけてみてはいかがでしょうか。で、キロさんもこれね、ウィークフェストの時につけてるの僕の動画で紹介してるんですけども、キロさんはこれと違う柄のハニカムのカーボンファイバーになってるんですけど、僕とキノさんのは柄が全然違うんで、よかったらね、キノさんのチャンネルの方でも載ってるんで、ぜひね、チェックしてみてください。で、次に届いたパーツが内装のパーツなんですけど、でもまだちょっと一部しか届いてなくて、で、今後ね、また内装パーツ変わっていくと思うんで、お楽しみにしていただければと思います。どこが変わるかなってね、想像してください。で、今回取り付けた内装のパーツがこれですね。見てください。これも全部フォージウェーブカーボンですね。ここね、結構純正だと日焼けして、ここがね、色が薄くなったりとかしてる人いると思うんですけど、このカバーつけることで、このね、内装の雰囲気がすごい格段に上がります。で、これ窓開けた時も、すごいおしゃれで、これ見えるんですよね。わかりますか？こうパッと見た時に、あれなんかここ違うぞって、他のインプと違えぞってなると思うんで、これもすごいいい商品です。で、これの取り付け自体はすごい簡単で、ただこうやって純正の上から
パコってはめて終了なんで、で、取り付け方は僕は今回超強力な両面テープを使ったんで、でも、ほら、サイズもね、すごいバッチリなんですよ。こんな感じで、ほら、フィットしてる。で、これも全部ドア。これセットで売ってます。ドアの、運転席、助手席と、あと、こっち後ろもこれ全部フォージウェーブカーボンのカバーで4ピースになって売ってるんで、これもよかったらね、RPG の製品、サイトをチェックしてみてください。よかったら。とこんな感じでね、まあ新しいパーツをつけましたよっていう紹介をしました。今年はまあちょっと内装をね、結構頑張っていじっていこうかなって思ってます。まあそれの動画、取り付け動画とかもね、ちょっと今後流していけたらいいかなって思ってます。で、まあ僕が好きな柄が本当にこのフォージウェーブカーボンっていう柄なんで、まあ、内装もほぼこれでいこうかなって思ってます。外装に関してはまたね、ちょっとのバランスを見ながらやっていければいいかなって思ってます。そう、木野さんのトランクの塗り分けのがね、すごい良かったんですよね。僕もうまい感じで色を入れていければいいかなって思ってます。まあこのボンネットに関してはカーボンだったんですけど、まあ、同色に塗っちゃったんで、まあでもこれもね、なんかちょっとカーボン柄にしてもいいかなって最近思い始めてます。まあすごいね、なんかどんな感じになるのかわかんないんですけど、まあここカーボンにしたらどうなんだろうな。なんかいかにも感出ちゃう。どうなんですかね。よかったらコメント欄で意見を教えてもらえればと思います。で、そうそう、この CAE のシフターね、結構アルミがなんかちょっと白ぼけになっちゃってたんですけど、まあ、これも綺麗にちょっと磨いたりとかして、最近内装をね、ちょこちょこやってる感じです。で、実はトランクの、そう、僕実はね、トランクにも、このレイルのバーがね、入ってるんですけど、これも磨いたらすげえピカピカになりました。まあ、RPG のサイトとかは概要欄に貼っとくんで、ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。そして、もしその気になるものがあったら、僕のクーポンコードを使えば 10% オフでその商品を購入できるんで、よかったらそれもね、チェックしてみてください。それも一緒にリンクに貼っときます。で、もしサイト見て、なんかちょっといまいちわかんねえなって思った人は、よかったらコメント欄で僕に質問していただければ、お答えできる範囲でお答えしたいと思います。今回はこんな感じで取り付けしましたよっていう動画で終わろうかなと思います。で、次回はちょっとね、近々でシリスターのミーティングがあるんで、まあ、久々にキノさんと車並べて撮影できるかなって思ってるんで、それもね、写真撮影したらインスタグラムの方で、シニスターのね、そう、シニスターのアカウントのもあるんですよ。インスタグラムの方でシニスターのアカウントもあるんで、よかったらそれもチェックしてみてください。まあ多分大黒行くんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ大黒でお会いできる人はよかったらお会いしましょう。じゃあ今日はこんな感じで動画終わろうかなと思います。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。